今回のフィギュアスケート。私がギブハイをこう呼ぶのは自由すぎる大会であることゆえです。決められた走行ラインもない。レギュレーションもない。ただ、完全に自由でもない。あなたは、この大会に興味がありますか？ギブハイへようこそ。第一走者、さあピチというんでしょうか。でかいマシンを持ってきます。ギブハイは好きだなピチと。それはいい。最後まで続くギブハイの文字を書きました。あれはいい。どういうのが見えてきたか。ここで、壁の手の体勢。それでは、の前に、耳の不自由な方、または、合成音声を聞き取りづらいという方は、字幕表示をオンにしてご覧ください。それでは、ギブハイとは何か、20秒で紹介しましょう。ドリフトグランプリギブハイとは、アソルトレーシングの非公式ドリフト大会です。この大会の魅力、それは、ユニーク点が存在することです。満点10点のうち、4点がユニーク点と、半分近い配点になっています。ギブハイでいうユニークさとは、どれだけ視聴者を引きつけるかを意味します。つまり、技術だけでは勝てない。それがギブハイです。結局、トップランカーが勝つんだろう。いえいえ、安心してください。技術だけは勝てないのが、ギブハイですよ。採点には、大きく、3つの観点があります。まず、技術点。あなたが考える構成、工夫、アクション。それらを表現するには、ドリフト技術が必要ですよね。技術点とは、速度、角度、切り返しといったドリフト走行面での評価です。練習すればするほど向上する観点ですね。次に、壁寄せ点。皆がリアを目で追い、固唾を飲む刹那。それが壁寄せ。壁寄せ点とは、壁寄せ時の速度、角度、接近度での評価です。これは、60分の1秒単位で審査されるので、油断できない観点ですね。最後に、ユニーク点。ギブハイを、これほどおかしく仕立て上げたのは、この観点。ユニーク点とは、先ほど紹介した通り、どれだけ人を引きつける走りかを見る評価です。アクセントをつける、心理学的な工夫をするなど、ユニークさについてたくさん考えることができそうですね。これが3観点の得点が類似された、満点10点で争います。苦手な観点を、得意な観点で補いましょう。さて、大会のシステムについてご理解いただけたでしょうか。質問コメントに対しては、24時間以内にお答えしますよ。では、デイ9の開催コースをお伝えしましょう。今回の開催コースは、名阪 C です。コースは、フラットでかつ、適量な障害物の存在により、多彩なルートを考案していただけると考えています。恵比寿で事前練習をしていらっしゃった方も多いようですが、今回は名阪 C です。では、ドリフト走行についての留意点を3つ紹介しましょう。時間制限について、デイ9では1分間の走行が義務付けられています。以下でも以上でもなく、1分間です。ただ、名阪 C では、スタート画面で1分を選択できるので、心配はご無用です。走行ラインについて、お察しの通り、今回も決められたラインが存在しません。なので、あなた自身に走行ラインを考案していただきます。また、舗装路、グラベル、コース外に及び、コース全域を走行可能です。ですが、操作ミスによるコースアウトなど、不自然である場合には、技術点が減点されるということに注意してください。壁寄せについて、壁寄せは、指定する範囲でのみ有効とみなされます。こちらが審査開始地点。こちらが実行地点。こちらが審査終了地点です。この範囲内での走行内容が壁寄せ点に反映されます。ちなみに、この青と白のタイヤバリアは壁寄せ範囲外です。これにも寄せた場合は技術点が加点されます。
以上で、ルール説明を終わります。さて、ここからは、エントリー方法の説明です。レームさー。はい、聞き馴染みのある聞き取りづらい音声、レイムです。では、実際にあなたが滑って順を、映像とともに紹介していきましょう。まずは、走行手順です。走行する前に、設定から、マイリプレイズの空きを確認します。5個埋まっている場合は、必ず空きを作ってください。次に、名阪 C を選択します。1分に選択して、ここからはあなたの走行です。フィニッシュ後、手順が分岐します。失敗した場合は、リトライを。成功した場合は、リプレイアップロードを選択してください。リプレイアップロードに成功したら、ホームに戻りましょう。続いて、撮影手順です。はじめに、設定から、追尾カメラを、ドリフトに設定します。次に、マイリプレイズを選択。成功した走行のリプレイを再生します。そして、シークバーを左端にセット。後方追尾視点にセットして、ここから、画面録画を開始します。続いてリプレイを再生。走行が終了した様子でも、放置します。まだ録画を継続している状態です。ホームに戻ったら、先ほどの手順をもう一度。視点変更はせず、同鉄カメラ視点のままです。ホームに戻ったら、画面録画を終了しましょう。これで、走行と録画の手順は完了ですね。続いて、エントリー方法です。今回は、YouTube、または Twitter でのエントリーをお願いしています。まずは、YouTube でのエントリー手順です。アップロードを選択して、動画を選択して、次へ。タイトルに、ギブハイデイ9、名前、チーム名を入力します。チーム名の入力は、任意です。続いて、概要欄に、イメージカラー、意気込みを入力します。色は、基本色だけでなく、複雑な色でも構いません。そして、この意気込みに配点はありませんが、実況動画で表示されます。続いて、限定公開に設定します。それから、COPPA 設定で、いいえを選択して、アップロード。自分の動画、をタップし、先ほどアップロードした動画を再生。共有ボタンから、コピーを選択します。その後、エントリー説明のコメント欄より、エントリー名、チーム名、URL を入力して、送信しましょう。これで完了です。続いて、Twitter でのエントリー手順です。ツイートボタンを選択し、エントリーする動画を選択。ここで、後方追尾視点のシーンのみを切り抜きます。もう一度言います。後方追尾視点のシーンのみを切り抜きます。続いて、ハッシュタグギブハイデイ9、名前、チーム名、イメージカラー、意気込みを入力します。項目の詳細については以下同文です。入力したら、ツイートしましょう。アップロードが完了したら、そのツイートの返信欄へ、先ほどと同じ動画を選択しましょう。そして今度は、中継カメラ視点のシーンのみを切り抜きます。その後、何も入力せずに、ツイート。これで完了です。それでは、双方のエントリー方法のご紹介を終わります。ここで、辛辣なお知らせをいたします。デイ9実況動画に登場できるのは、全プレイヤーのうち、6名です。これは、3カンテスト総合得点ランキングを、上から数える、ノックアウト方式です。ですが、ご安心ください。エンディングで、7位以下の方々の走行を、名前と共にダイジェストとして流します。決して、あなたの走行が無駄になることはありません。最後に、締め切りの日程をお伝えしましょう。エントリー受付締め切り日は、4月13日です。ですが、これは堅苦しいものではありません。私が、全プレイヤーを採点するのに、1週間ほどかかるので、その程度の遅れなら許容範囲です。何せ、気軽に参加できる。それがギブハイですから。